にちは。今回はリップルについて紹介していきます。はじめに基本的な情報から。トークンは XRP、発行枚数は1000億枚です。2013年2月に配布を開始し、アルゴリズムはリップルプロトコルコンセンサスアルゴリズムを搭載しています。リップルの創業者はエンジェル投資家でも有名なクリス・ラーセン氏で、様々な新規事業のスタートアップに関与し、共同設立してきた人物です。2019年現在はブラッド・ガーリングハウス氏が社長となっています。リップルとは米国のリップル社が開発している国際送金ソリューション。リップルトランザクションプロトコルの略称です。そんなリップル社が掲げるビジョンは価値のインターネットです。国際送金などそれぞれ異なる決済プロトコルをグローバルで統合することで、インターネットのようにお金をはじめとする様々な価値を早く、安く、いつでも安全に送り合える仕組みがリップルが目指す価値のインターネットです。現在国際送金を行う際には SWIFT と呼ばれる送金システムが主流で、世界中の金融機関同士を結ぶ通信サービスとなっており、コルレス銀行と呼ばれる各国の中継銀行を経由することで成り立っています。例えば日本からアメリカへ送金する場合、送金は両国の銀行とコルレス銀行を介して行われます。ここで行われるのは送金してほしいというメッセージの伝達のみで、伝言ゲームのように伝えていき、最終的に相手の銀行で出金できます。これにより送金完了までに2から4日の時間がかかってしまうだけでなく、各銀行ごとで都度の手数料もかかってくるので、トータルで数千円近く、しかも内訳も不明瞭な形でかかってきてしまいます。またそれ以外にも課題は多く、人的コストだけでなく身分証明確認の手違い、ミスや誤送金をはじめ、システムに対するハッキングによる巨額な不正送金のリスクなど、すでに40年間続いている SWIFT の仕組みは様々な問題を抱えています。そこに新たな送金システム革命を起こしたのがリップルのリップルトランザクションプロトコルです。リップルトランザクションプロトコルはインターレジャープロトコルと XRP レジャーの2つの技術が合わさってできています。インターレジャープロトコルは異なる通貨の台帳同士を接続することができるシステムで、 XRP レジャーはビットコインでいうブロックチェーンのような台帳システムです。異なる台帳同士を接続可能にするインターレジャープロトコル。インターレジャープロトコルはリップル社が2015年に提唱した国際標準規格化プロジェクトで、金融機関、ブロックチェーン、クレジットカード会社などそれぞれの異なる台帳間を接続し、世界中の決済を即時にできる規格です。現在は開かれた技術として W3C によって開発が進められています。リップル独自の分散型台帳 XRP レジャー。 XRP レジャーの最大の特徴は送金速度の速さにあります。これは BTC などの POW のように多くの参加者で承認する必要がなく、現時点で1秒間に約1500トランザクションを処理できるため、送金には4秒程度でビットコインの数百倍もの速さになります。また今後はさらなるトランザクション向上が可能と言われています。この取引承認の速さの理由はバリデーターのみで承認する仕組みにあります。バリデーターとはリップル社が信頼をもとに選んだ有名企業や団体で、バリデーターの 80% に承認されると XRP レジャーの台帳に記録される仕組みです。ちなみにバリデーターにはマイクロソフト、マサチューセッツ大学、ニコシア大学などをはじめ、日本の NTT コミュニケーションズ、セコムなども参加しています。この承認の仕組みはリップルコンセンサスアルゴリズムや XRP コンセンサスなどと呼ばれており、ビットコインのようにマイニングなどの巨額な資産や電力が必要なく、より安く、より早く、より安全な仕組みを実現しています。それではさらに詳しく機能を見ていきましょう。リップルトランザクションプロトコルを活かしたグローバル送金ネットワークをリップルネットといい、金融機関や送金業者のために作られた国際送金をスムーズにするサービスです。リップルは世界中の銀行と提携し実証実験を行っており、リップルネットに加盟している銀行などの金融機関は200を超え、
日本の主要な銀行や金融機関も多数参加しています。リップルネット上では XRP と名付けられたトークンが使われます。ここで注意したいのが、リップルとはインターネットプロトコルのことであり、XRP とはリップルネット上で使用されるブリッジ通貨のことになります。ブリッジ通貨とは国際送金など異なる通貨の橋渡しになる通貨で、後ほど詳しく紹介します。ちなみに XRP はビットコインなどマイニングする仕組みと違い、すでに1000億枚すべてが発行済みの状態となっています。ですが、1000億枚すべてが市場に出回っているわけではなく、2017年末に半分以上の550億 XRP を XRP レジャーにロックアップしており、2018年から55ヶ月かけて毎月最大10億 XRP を市場に放出しています。これは XRP の市場流動性を高めることと、リップル社が保有する XRP を一気に売却する懸念をなくすためです。それではリップルネットについて詳しく見ていきましょう。リップルネットには主に3つのシステムがあります。X カレント、X ラピッドはすでに稼働しており、X ビアは開発中となっています。それぞれの特徴を見ていきましょう。SWIFT に代わる銀行向けの国際送金システム X カレント。先ほど紹介した銀行の国際送金システム SWIFT に比べ、X カレントの送金フローは非常にシンプルです。SWIFT ではそれぞれの機関が異なる台帳に記帳して伝えていくので、日数や手数料の他にミスや不具合などのリスクがありましたが、異なる台帳同士をつなぐインターレジャープロトコルを使う X カレントであれば、銀行間でリアルタイムで送金情報が確認できるほか、国際送金を数秒、数円という世界を実現させることが可能です。X カレントは SWIFT に代わる銀行間送金がベースの仕組みなので、基本的には XRP を使用しません。ブリッジ通貨 XRP を使うことで実資金を移動できるシステム X ラピッド。X ラピッドはリアルタイムでの通貨の変換、送金を行うシステムです。送金通貨はリアルタイムでブリッジ通貨の XRP へ変換され、早く、安く、安全に受け取り側へ実資金を交換、送金されます。主に送金業者などが導入するサービスとして X ラピッドを使った例では、イギリスの国際送金サービス会社がイギリスからメキシコへ送金した際、SWIFT に比べ約11,200円と31時間が節約できたと報告しています。また、リップルネットの使用には手数料としての XRP が必要になるため、外部攻撃などで大量に XRP を動かすにはコストも膨れ上がってしまうので、ハッキングなどからの安全面も担保された設計になります。そして、リップルネット上で手数料などで使用された XRP は消滅します。すべてが発行済みで、マイニングの仕組みがなく消滅していく XRP は、市場から少量ずつなくなり続けることになります。リップルネットに参加していなくても、外部から接続を可能にするシステム X ビア。X ビアは現在開発中ですが、API を利用することで特別なソフトウェアを必要とせずにリップルネットへ接続してリアルタイムで送金、追跡をすることを可能にします。さらに請求書のような様々な送金情報も書き込めることが特徴です。これらの3つのシステムを利用することでリップルネットが完成し、リップルが目指す価値のインターネットが達成されるのです。ここからはリップルのプロジェクト進捗をお伝えします。リップルは世界的にも有名な大企業 Google 社からの出資を受けており、Chrome の拡張機能マネーメッセージで XRP の送金が可能になりました。他にもマイクロソフトの創始者であるビル・ゲイツが運営する財団で、リップルの技術を活用した決済ソフトウェアモジャループをリリース。インターネットレジャープロトコルを使ったモバイル決済プラットフォームを開発し、アフリカなど銀行口座を持てない世界の 30% の人々に送金決済システムを提供しています。さらに X ラピッドを活用した米国在住のフィリピンコミュニティに向けの国際送金プラットフォームセンドフレンドがスタートしました。米国には母国に送金するフィリピン人が多く在住しており、従来の送金と比較して手数料を 65% 減、通常3日から5日かかる時間が数秒と
より簡単に安く早く安全に送ることができるようになります。2019年4月、SBI ホールディングス代表の北尾氏がリップル社の取締役に就任しました。そして2019年6月にはリップル社がナスダック上場の米国送金大手マネーグラムへの出資・提携を発表しました。マネーグラムの CEO はリップル社との提携を完璧な結婚と発言し、マネーグラムが展開する200カ国34万7000箇所の送金業でエクスラピッドを使い、世界の流動性マネジメントを大きく活性化させるだろうと話しています。リップル社と SBI ホールディングスは国外為替と国内為替の壁を取り払う内外為替一元化コンソーシアムを共同で形成しました。コンソーシアムには日本国内の銀行だけでも60社以上が参加しています。これはリップルを採用した24時間リアルタイム送金インフラの仕組みで、 SBI リップルアジアが提供する24時間365日即時決済で送金手数料無料のエクスカレントを使った個人間送金アプリマネータップも発表しています。2018年3月、リップルはハイパーレジャーと提携しました。ハイパーレジャーはオープンソースのブロックチェーンプラットフォームで、世界中の IT 企業が参加するブロックチェーン技術の推進コミュニティです。IBM やインテルなどをはじめ、空光、NEC、NTT データなども参加しており、リップルは NTT データと協力し、Java でインターレジャープロトコルにアクセスする仕組みを提出しました。リップル社はスプリングという投資プロジェクトを行っており、XRP や XRP レジャーを使った企業などに対して経済的、技術的な支援をして、そのビジネスを成長させるサポートを積極的に行っています。スプリングはすでに20社以上に対して5億ドルのサポートを約束しています。今回はここまで。またお会いしましょう。